皆さん、こんにちは、こんばんは、ホビービルドプラスの HBR9 です。今回は、1971年に放送されたシルバー仮面を、26年後の1997年に、マーミットが発売した、スーパーアクションヒーローズ、シルバー仮面と、それに関連する紹介動画です。シルバー仮面は、日本現代企画が制作した特撮ヒーロー番組ですが、スタッフの中には、ウルトラマンやウルトラセブンのメインスタッフがいる体制で、裏番組のつぶらや作品、ミラーマンとのライバル関係にあった、変身ヒーローブームならではの事情を抱えた作品でした。シルバー仮面、360度回転、シルバー仮面、狛江から生まれた等身大ヒーロー、シルバーキックは命がけ、シルバー仮面は、1971年11月28日、TBS 系の毎週日曜夜7時という、ウルトラマンやウルトラセブンの放送枠の、武田アワーにて放送された番組で、11話からシルバー仮面ジャイアントになるため、容姿の異なるキャラとしては、わずか10話しか登場しないレアすぎるヒーローです。シルバー仮面は、春日浩二の父親、春日正一郎博士がシルバーの力を与えた、改造人間という設定で、アタックという掛け声で変身します。力は人間よりも強いですが、空を飛ぶことはなく、特別な超能力のようなものを使っているように見える場面はありますけども、子供がはっきり認識するような必殺技はありませんでした。シルバーの力も間違いなのか、銀の力という時もありますが、この力についても詳しい解説は、作品内ではなく、雑誌などでも、テレビに合致した解説はほとんどありません。戦え、シルバー仮面の歌詞の中では、エネルギーは太陽という歌詞があります。シルバー仮面のデザインは、ウルトラマン、ウルトラセブン、帰ってきたウルトラマンの美術でも知られる、池谷典義で、フランスの鉄仮面をモチーフにしたというように、企画段階のヒーローの名前は、仮に、鉄仮面と記載されていました。口が露出しているのは、当時としても、古い感じを受ける違和感がありましたが、池谷さんは初代ウルトラマンの、口が稼働するギミックが消えたことに対して採用したそうですが、シルバー仮面ジャイアントでは、無垢なるポイントです。スーツのベースは、外国製の銀ラメ入りのジャンプスーツを使用して、ウルトラマンのようなウェットスーツをやめて、上から着用する白い部分は、鹿革で作られていたそうです。シルバー仮面は、黒いラインで、赤いラインはないのですが、後々、シルバー仮面ジャイアントで、復活する赤いラインが、初期の NG デザインにあったことから、シルバー仮面は、マーチャン的にも、デザインが混迷します。そもそも、デザイン的には、顔の部分の仮面もシルバーで、ブラックではなく、上から着ている部分の方が、濃いグレーで描かれていました。撮影マスクと、スーツは、共に制作は昼間モデルクラフトが制作していて、マスクの脱着ラインは、前後ではなく、デザインの凹凸のラインを活かした、分割になっていました。目には、フラッシュバルブが仕込まれましたが、片側にしかなく、ウルトラマンのように、変身中発光するタイプではなくて、フラッシュするのみで、普段は暗い場面では目がどこかもわからないほどでした。スペクトルグラスで変身するような案もあったようですが、ウルトラセブンに近すぎるからか、スペクトルグラスは、弟のカスが構造が人間に化けた宇宙人を見分けるアイテムとして使用しています。シルバー仮面は、スタッフ的には、脚本に、佐々木守、上原正蔵、市川新一、石堂敏郎、監督に、実相寺明夫、山際、映像、美術に、池谷典義と、ウルトラマンやウルトラセブンのスタッフの名前が並び、つぶらやプロの作品かと思ってしまうレベルですが、日本現代企画が制作していました。つぶらやプロが、7人の侍の美術跡にできた、東京美術センターでの撮影をメインにしていたのに対して、ウルトラマンや、ウルトラセブンの頃には、スタジオを借りる経費と、セットを組んで、またバラす作業が、特撮には、特にコスパが悪く、つぶらやプロの自社スタジオにとの話もあった、狛江にあった小さなスタジオで、シルバー仮面ジャイアント、アイアンキング、スーパーロボットレッドバロン、スーパーロボット、マッハバロン、小さなスーパーマン、ガンバロンらが撮影されました。それらの作品の、マーチャン用のスチール写真や、当時のカードなどに、当時のスタジオの壁が写っています。ファンには、有名なエピソードですが、ミラーマンのパイロット版の主役は、後のシルバー仮面の主役を演じる、柴俊夫が演じていて、逆にミラーマンの主役を演じる石田信之に、
シルバー仮面のオファーがあるという主役のキャストから不思議な関係がありましたが、フジテレビのアニメ番組が権利の問題で急遽中止になり、枠が空いた場所がシルバー仮面の真裏で、つぶらや黒のミラーマンが入ることになります。そのため、シルバー仮面は全枠の番組を1週早く終了して、ミラーマンより放送を1週早くスタートさせます。第1話は 14.6% を獲得しましたが、翌週から始まったミラーマンは第1話 27.1% もの数字を記録します。シルバー仮面の第2話は 6.2% に降下してしまい、3話は 6.1%、4話では 5.9%、9話では 3.8% にまで落ちてしまいます。そのため、第11話からシルバー仮面を巨大化させ、シルバー仮面ジャイアントとして再出発します。その11話は 7.8% と少し回復、16話から連続 10% 台を3回記録しますが、1桁台に落ちて2桁に戻らず、半年の26話で終了してしまうことになりました。企画では、サブタイトルの頭にすべて、故郷は地球とついて、登場宇宙人の名前が続くという形式が提案されていますが、これは NG になってしまい、第1話のサブタイトルが、ひらがなで、ふるさとは地球となります。ですが、主題歌では、故郷は地球と歌っているので、意図的に変えているのか、間違いなのか、ファンの間で、意見が分かれます。また主題歌は、仮面ライダーのオープニングテーマ、レッツゴー、ライダーキックを、主役の藤岡弘と同じく、シルバー仮面の主題歌、故郷は地球も、柴俊夫とハニーナイツが歌っていて、作詞を、脚本家の佐々木守、作曲を猪俣、交渉が担当し、第10話までは1番が放送に使われ、11話のジャイアントからは、3番の歌詞の部分に変更、歌詞のテロップが付け加えられました。また、第6話に出演した、南沙織は、スポンサーの武田ベンザの CM に出演していたことから、セカンドシングル、潮風のメロディーが挿入歌として流され、逆に当時のアイドル雑誌などには、南沙織と共にシルバー仮面との写真が、スタジオ前のグランドや、スタジオ周辺で撮影された写真が掲載されました。その効果で、前後の数字が 6% なのに、6話は 9.4% を記録して 3% 上がっています。シルバー仮面は、当時のバンダイからソフビが販売されましたが、シルバー仮面なのか、シルバー仮面ジャイアントなのか、わからない。口が露出しているのに、ボディやブーツも赤いラインで、頭部もジャイアントなのですが、ベルトのバックルは、シルバー仮面です。これは、シルバー仮面を製造して出した直前に、番組がジャイアントになってしまったのかと思いますが、そもそも、シルバー仮面ジャイアントとの区別が理解されてないような、シルバー仮面が巨大化するような、イメージなのかもしれませんけども、厳密に見ると、ミックスされたようなソフビが販売されていました。逆に、縁日や、お祭りなどの定番の、お面は、口の塗装だけ変えればいいような気がしますけども、しっかり、シルバー仮面ジャイアントで新しい型に変更しています。シルバー仮面は、ウルトラマンのような光学合成の光線や、仮面ライダーのような決め技のキックもないのですが、歌詞にある命がけのエネルギーなどが関連するシルバーキックというのも予定していたようですけども、先行している仮面ライダーのライダーキックがあまりに有名なので、決め技には採用されなかったのかと思いますので、もしシルバーキックが登場していたらというキックを再現してみたので、ご覧ください。シルバー仮面は、宝の正義の味方でも、稼働人形として販売されましたが、放送が10話分しか登場しないため、販売時期が短く、あまり多くの子供が手にすることがなかったおもちゃでした。その後、スポットを浴びることが少ない作品で、1話、2話を監督した、実相寺監督も、あれはダメだったと、あまり思い出したくないと笑いながら言う、作品でしたけども、他のヒーローとは異なる雰囲気がある、等身大ヒーローだったのは確かで、26年後の1997年に、マーミットが発売した、スーパーアクションヒーローに、ラインナップされたのは、驚きもありながらファンに歓迎されました。そんな、マーミットのスーパーアクションヒーロー、シルバー仮面の動画でした。それでは、また次回は別のおもちゃの紹介で、お会いしましょう。おもろかったわ、よかったわ、という方は、グッドボタン、チャンネル登録を、よろしくお願いします。
ホビービルドプラスのブログサイトでは500点以上のおもちゃレビューや改良やメンテナンス方法などを紹介、様々なシリーズのラインナップリストなどを公開してますので、ぜひホビービルドプラスで検索してみてください。では、今回はこの辺で、またね、HBR9 でした。バイバイ。